パニオンさん、コスプレイヤーさんに関するお話で、中国ってなんとなく女性の肌の露出などに厳しいイメージがありませんか？実は日本よりもはるかに過激で、特にこの件で有名な、セイントセイヤのアテナのコスプレの写真があるんですけれども、中国のネットでとても炎上したんですが、こんにちは、スクールの加藤です。皆様、ゲームのイベントはお好きですか？東京ゲームショウとか台北ゲームショウとかチャイナジョイとか、世界中にいろいろなゲームのイベントがありますよね。今回はゲームのイベントのコンパニオンさん、コスプレイヤーさんに関するお話で、中国のチャイナジョイというゲームイベントで見られた現象について、中国の事情も交えながらお伝えしたいと思います。まず最初にお断りしておきますが、この動画はフェミニズムや性的搾取、ポリコレ云々に関する私の考えや立場を表明するためのものではありません。ということをあらかじめご理解いただいた上で本編に入っていきたいと思います。まずチャイナジョイについて少しご説明します。チャイナジョイは毎年8月頃に上海で開催される中国最大級のゲームの展示会で、世界中から30万人以上の人が参加する超ビッグイベントです。巨大な会場には大きなブースが乱立してまして、さまざまなゲームの展示に加えてステージでのイベントやショーが催されます。その会場を彩るのはやはりコンパニオンさんやコスプレイヤーの方々、男性もいますがやはり女性がメインで、特にこれは中国の文化なのか大量の女性コンパニオンさんをステージに並べたりしていまして、圧巻の様相を呈しています。隣のステージには負けないというような気概を感じますね。会場の巨大さ、展示の多さ、人の多さ、そしてコンパニオンさん、コスプレイヤーさんの多さ、そこから生まれる熱気がまさに大国中国の文化と混ざり合って底知れぬエネルギーを生んでいるというのがチャイナジョイなわけです。がしかし、去年夏のチャイナジョイ2023は少し状況が変わっていまして、コンパニオンさん、コスプレイヤーさんの数が少なくて若干熱気がないように感じられました。本当のところどうなのかということで、中国のゲームオタク仲間にいろいろ聞いてみました。そうしましたらやはりコンパニオンさん、コスプレイヤーさんの数は減っていて、それに伴って来場者の数も少し減っていたようですね。いろいろ聞いたところ、原因は中国でのコンパニオンさん、コスプレイヤーさんの衣装への規制の強化です。中国ってなんとなく女性の肌の露出などに厳しいイメージがありませんか？私もそういうイメージだったんですけれども、実は日本よりもはるかに過激で、ちょうど私が2016年にチャイナジョイに参加しだした頃がその過激の最高潮だったようです。何枚か画像で紹介したいと思ったんですけれども、さすがにちょっと載せない方が良いのかもしれませんねというくらい、当時の写真を見返してみると、さすがにダメでしょうねというものが多かったんですね。おへそが出ていたり肩が出ていたりするのが当たり前で、特にこの件で有名な、セイントセイヤのアテナのコスプレの写真があるんですけれども、中国のネットでとても炎上したんですが、なんというかダメです。はい。ゲームというものは大人も子供も楽しく遊べないとダメなわけでして、子供はねゲーム好きな子多いですよね。ゲームのイベントには子供も安心して参加できないとダメなわけです。子供に見せられないコンパニオンさん、コスプレイヤーさんだらけのゲームショーってやっぱりダメだと思うんですよね。チャイナジョイはそういう点で残念ながら有名だったようでして、チャイナイジャオという不名誉な俗称があったようです。ちょっと中国語の発音私正確にできないのですが、チャイナイジャオっていうのは中国語で、ブラジャーを外すという意味だそうです。なんじゃそりゃという感じなんですが、発音がチャイナジョイに似てるということで、チャイナジョイはチャイナイジャオと呼ばれているというありさまでした。とっても不名誉な俗称ですよね。そんなこんなでそのアテナのコスプレが炎上したということもありまして、それ以後これとても問題視されまして、チャイナジョイに関してはコンパニオンさん、コスプレイヤーさんの衣装に対してゴリッゴリの規制が入りました。例えば透けた服はダメですと、あるいは女性は胸を露出してはダメ、ビキニや下着はダメです。男性でも上半身裸はダメ、パンツはちゃんと腰上まであるものに限る、
衣装は監修をします。監修したものはその後改造してはダメっていうようなこんな感じのルールですが、まあそうですね、当たり前ですよね。ということで、チャイナジョイは健全化が図られまして、それ目当ての来場者数が減ったということなんですが、とても良いことですね。はい、ということで今回は中国チャイナジョイのコンパニオンさん、コスプレイヤーさんにまつわるお話でした。今後も改善を続けてチャイナジョイは楽しいイベントとして頑張ってほしいですね。では今回はここまでです。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。このチャンネルではこのような独自の取材に基づいたゲームに関係する情報を皆様にお届けいたします。チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。